第22回東京国際レズビアンゲイ映画祭にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は、今回のトークセッションの進行を務めさせていただきます。レイチェルダムールと申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、2008年にですね、この映画祭で上映されまして、あと今年4月の春の名作劇場でされました「シェイクスピアと僕の夢」という映画があるんですけども、見た方いらっしゃいます？あ、ポロポロいらっしゃいますね。はい、それに引き続きですね、コーリー・クルークバーグさんと、トム・ガスタフソンさん、よろしくお願いします。作品がですね、今回2作品目になるんですけれども、今回は、監督とプロデューサーの立場逆になって、またドキュメンタリータッチになってね、アートに登場した感じになりますので、作品のいろいろお話をですね、お伺いしたいと思います。皆さんもお待ちかねだと思いますので、早速ゲストの、お三方をご紹介しようと思います。主演の、マシュー・キャンプさん、そして監督のコーリー・ジェ・クルークバーグさん、そしてプロデューサーのトム、ガスタフソンさんです。拍手をお迎えください。ようこそ映画祭へ。Welcome to Welcome よ。はい。じゃあいろいろ裏話とかをゆっくり聞きたいと、時間はもうないのでちょっと聞きたいと思うのでよろしくお願いします。まずですね、コーリーとトムは、今回監督とプロデューサーの立場が逆になったんですけども、結構その臨機応変にそれはできるもんなんでしょうか？ So Corey and Tom, Corey was the producer last time, but this time you're director. So you guys like switch your. Yeah, we've for Where the World Mine, Corey and I wrote it together. And then we also did a movie called Mariachi Gringo between Where the World Mine and this film. And Corey had the idea for this film, and he wanted to direct this one. So here we are. そうですね、どちらも脚本もやりますし、それから監督もプロデューサーもそれぞれ両方ともできるんで、一番の新作っていうのがマリアッチの作品を撮ったらしいんですが、それに関してはコリーが脚本を書いたりしてます。で、今回の作品は前回と逆の立場を、もうなんか思いついた方がやるというような感じらしいですね。ありがとうございます。ちょっとね、私軽く Facebook のちょっとお二方のページを見せてもらったんですけども、コーリのページにはステータスが交際中でトムと交際中って書いてあって、トムのステータスは交際中でコーリと交際中って書いてあったんですけども、お二方ビジネスとプライベート両方パートナーという認識でよろしいでしょうか？ Rachel was checking your Facebook page and your status, relationship status is dating, and she was wondering, are you guys a partner in private as well? Yeah, Corey and I have been together for 15 years. 15年も付き合ってます。But yeah, we've been lucky enough to work together as well. So it's been a very challenging but interesting 15 years. そうですね、もう15年付き合ってまして、そのプライベートでも仕事でもパートナーとしていられることはすごく本当に恵まれてるなと思いますが、時々ちょっとなんかチャレンジングとか大変なこともありますけども、すごい幸せです。はい、ありがとうございます。今回のそのドキュメンタリータッチというそのドキュメンタリータッチでいこうって決めたのはどっからこうアイデアが湧いてきたんですかね？ So this film is more like a documentary style. Whose idea was it? Where did it come from? The idea came from out of the frustration that it takes to make a normal movie, which takes a lot of time and a lot of money, and you have to wait a lot and wait for a lot of people to say yes.
今まで普通のいわゆるスタイルの映画を撮ってきまして、その時に結構いろんなストレスがあったんですね。出演者の方とか、いろいろな政治絡みのこととかがあったりして、そういうフラストレーションが溜まってたんで、今回はもうちょっと自由にドキュメンタリースタイルでやっちゃおうかなというふうに思いました。So I wanted to do something that would be fast and that we could make with just a little bit of money and something that worked with the style of being inexpensive, using webcam and iPhone and a basic camcorder and not a lot of equipment or crew. So that's sort of how it all started and where it all came from. そうですね、あとまたドキュメンタリーっていうのはお金もそんなにかからないし、そして早くできるんですね。で今すごく便利な機材とかカメラとかも増えてて、映画の中では実は iPhone で撮ったようなショットも使ってたりします。じゃあ結構リーズナブルにクオリティが高い映画を撮れるっていう利点があるわけですね。So you can make a very inexpensive, but you can have like a good quality film. Yeah, and that was the concept of it being about this young guy making a documentary with these inexpensive cameras made the aesthetic not seem cheap. It made it seem a part of the piece, so that it didn't seem like an inexpensive movie. It just seemed like a fun, off-the-cuff, inexpensive project. そうですね、この映画の設定自体が大学生の男の子がドキュメンタリーを作るという設定だったので、その雰囲気をそのままリアルに出す意味でも、プロが作った安いドキュメンタリーというかそういう映画っていう感じではなく、若い青年が経験のない人が自分が使えるような機材で頑張って作った映画っていう、そういう雰囲気がすごく出せたんじゃないかなと思ってます。そういった意味では若い子が見てどこにもできるんじゃないかなっていう子も結構いるんじゃないかなと思うんですけども。Yeah, he thinks you guys encourage some young kids who are hoping to make film. Yeah, I mean, now it's so easy just to pick up a camera and make a movie. So there's kind of no excuses anymore, which is a good thing. そうですね、おっしゃる通りで、今本当簡単に映画撮れちゃったり映像撮れちゃったりするんで、もうやれない、お金がないからとか機材がないからやれないっていう、もうそういう理由っていうのかな、言い訳みたいなものもできなくなっちゃうから。I would love to see a whole festival of just movies made by people that are not filmmakers in this sort of style. Just even short films telling their stories of their lives in the moment. そうですね、コリーがすごく好きだなと思うのが、フィルムメーカーじゃない人たち、一般の人たちがこういう作った映画っていうのが上映されるような映画祭が自分がすごく好きなので、そういうことを今後もどんどん見ていきたいし、奨励していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。ではマシューさんに質問したいと思います。かわいいね、本当にね。マシューは今回演技する映画出るのは初めてなのかしら。So, Matthew, was it your first time to really acting in the film? Yeah, it was. They approached me about doing the project, and it seemed like something that would be really fun and that I've never tried before. And they seemed to think that I would do a good job, so I just wanted to try it, and it was a lot of fun. そうですね、今回全く初めてで、でもすごい面白そうだなと思ったんでやってみようと思ったのと、あとこのお二人監督とプロデューサーがすごく僕自身に期待をしてくれたんで、やってみたらすっごい楽しかったんでよかったなと思いました。はい、マシューさんは、以前パトリシアフィールドのところで働いていて、今こちらのブランドで立ち上げてお仕事をしてるみたいなんですけども、今回の出演者のファッションとかに関してはアドバイスとかはあったんでしょうか。So Matthew, you're working in the fashion field. You used to work for Patricia Field, and now you have your own fashion brand. So I was wondering, what do you think of wardrobe and fashion style of this film? I think that a lot of it was. ごめんなさい、本当にごめんなさい。I think a lot of it was pretty accidental and documentary style. A lot of the people weren't particularly styled. It was just how they were dressed, and it was actually pretty real life. Like a lot of the drag queens and stuff
in the film. And I know we wore a lot of our own clothes for it, so I think it was a great statement at where New York fashion is at the moment. 実はですね、今回そのドキュメンタリースタイルっていうこともあって、あえて衣装を用意するってことは全然なかったんですね。その出演してくださる皆さんがみんなそのまま自前の服で出てくださっていて、ドラッグクイーンの方たちももちろんだし、なので今のニューヨークの本当にリアルなファッションっていうのを見ていただけたんじゃないかなと思います。はい、あとそうですね、私が個人的にすごく印象に残ったのが、2人がベッドの上で会話をしてるシーンがあって、そこがなんかすごくその会話の内容がすごくいい意味でこう真摯な感じがして、自分はすごくなんか良かったなと思うんですけれども、そのマシューが自分がやっていてなんかこう印象に残っているシーンとかセリフとかってありますか？ So Rachel's one of her favorite scene was you and Doc talking in the bed. That was her favorite scene. It was really real and nice. But I was wondering, what was your favorite scene, if you have? I had a lot of favorite scenes for a lot of different reasons. One of the more memorable ones filming was the kissing scenes. We had to travel to a bunch of different locations in like a 1 or 2 day period and just make out, which was funny because like we didn't really know each other that well. Tanner was seeing someone at the time when we were filming this, so it made for a very interesting dynamic where we had to like make it seem very like passionate and real and in a very forced amount of time, which was fun. It was pretty interesting. It's interesting to try and make something so personal as a kiss very sincere. そうですね、好きなシーン、気に入ってるシーンってすごくいっぱいあるんですけど、一番思い出に残ってるシーンっていうのがいろんなロケーションでキスをしてるシーン、それがなんか一番ね印象に残っていて、撮影の時にすごくいろんなロケーションに行って、キスをするっていう、それも面白かったんですが、その当時タナーと知り合ったばっかりでまだお互いのことを知らないのに、キスってすっごく親密なことだから、それをリアルに見せなきゃいけない、情熱的でリアルなキスに見せなきゃいけないっていうのを撮るのが逆に面白かった。でちなみにタナーはその当時違う彼氏がいたんで、その上でもさらに2人の関係がこうリアルに見せなきゃいけないっていうのもなかなか面白かったですね。はい、ありがとうございます。あとはコーリーさんとトムさんがそのマシューさんに白羽の矢を立てたっていうのは何をこう期待して、あとはそれに期待に彼が答えて、いいや、ごめんなさいね、どこがポイントだったんでしょうか、その2人に。So how did you find Matthew, guys? And what was the interesting thing about him? When I started to think about the idea of making something fast and interesting and inexpensive, I brainstormed a lot of different topics and ideas, and I had this idea of the New York City nightlife scene and doing a documentary about a personality in the scene, and Googling and looking all over online, I came across lots of pictures of Matthew, and then the idea just kind of started to form out of that and out of encountering him, his online personality. And so then I just emailed him, and it's all the same thing that's in the movie is what I did. The same email that Doc sends him is the email that I first sent him. And so he was kind of a part of the creation of the project in my mind from the beginning. We met right away, and he said he wanted to do it, and so I kept writing the script, sort of including more about him. And yeah. 実はですね、まさにこの映画の通り、映画のドクがやっていたのと全く同じことをしていて、彼の場合もともとドキュメンタリーを撮ろうと思ってたんですが、ニューヨークのナイトライフっていうののドキュメンタリーを作りたいなと思って、すごい情報をいろいろネットで探していた時に、まさにこのマシューのプロファイルを見つけて、で映画と全く同じように彼にメールをして、こういうの作りたいんだけど出てくれませんかってオファーをしました。
で実際に会ってみたら彼のパーソナリティにやっぱり実際に会ったらまたものすごく惚れ込んでしまって、じゃあこの彼を題材にストーリーを作ろうと言って台本を書いたんですね。でなのでもうこのマシュー自体がこの映画のクリエーションの一つになっていますということです。ありがとうございます。先行きましたよ。聞いてます。はい、楽しい時間はあっという間ですね。はい。私からの質問はこれぐらいにして、皆さんもいろいろ聞きたいことがたくさんあると思いますので、そろそろ恐怖の Q&A セッションをしていきたいと思いますが。So in the beginning of the film, Doc was not really a cute character. He thought he was just a regular, normal, boring guy. But as the story goes, Doc became more cuter, and he could feel his personality more well. So did it grow naturally, or did you guys intend to do it, or? We shot the scenes in order as much as we could, and so once he meets his character, pretty much everything happened in that way. Like the first time that he meets him, I think not the first time, that's not entirely true, but pretty much in the order of the story. And so it kind of his relationship with him evolved, and his sort of personality evolved as we were shooting. So we did it sort of in order. If anything else is just a tribute to Tanner's acting. He's an extremely talented actor, and we were really lucky for him to be involved. And he really made the journey of the character something interesting and something fun to watch. So. そうですね、おっしゃる通りだと思うんですが、というのも実はこの映画自体このストーリーの順番通りにほとんど撮っていったんですね。なので実際にタナーがこのマシューに会って知り合ってどんどんお互いのプライベートのというか知り合って関係を深めていく、知り合っていくという過程も同時進行で進んでいたので、そういう意味で信頼関係であったりとかそういうものを築かれていったところもありますし、あとはタナーがもう本当にとても繊細な演技のできるいい役者さんなので、そのおかげもあってキャラクターがどんどん深みを増していったんじゃないかなと思ってます。The three montages, Eat, Sleep, and Kiss, are homages to Warhol's Eat, Sleep, and Kiss films. And they're just inspired pretty directly from the shots in those three films. Trying to capture the idea of it as much as possible. And the idea that I think Warhol was sort of one of the pioneers of just capturing real life. He would probably say that it was not as fabricated as it really was, but the idea of sort of reality television, a lot of that came from Warhol and his influence. So the idea in exploring those was just to explore people being in the moment and what they're doing very simply, and just letting your mind wander across the image of people doing almost nothing and experiencing that almost Zen-like in a way. よろしくお願いします。はい。ご質問がですね、映画の中でイート、スリープ、キスというものが結構テーマに何度も出てきたんですが、あれっていうのは何かテーマがあったんですかというご質問をいただいて、でコリーからの答えが実はですね、アンディ・ウォーホルの、作品をすごくオマージュという意味も込めて作ったんですね。でアンディ・ウォーホルっていうのがやはり本当の人のリアルライフというものを初めてきちんと捉えて作品にした映画監督だともう僕らが思っているので、それをすごくリスペクトする意味もあり、自分たちもそういったものを見せたいというのがあったので、人間のすごく究極のところですよね。食べること、そして眠ること、キスをすることっていう、それをやっぱりオマージュしながら見せたいなと思いました。はい、ありがとうございます。Okay, he had two questions. The first one is, that was your very first acting experience. So what was the most difficult thing in acting or in this experience, or most impressive thing? The most challenging thing for me was memorizing lines and getting them in the correct order and using those words that I would never usually use in a natural way.
that was the most challenging for sure. そうですね、一番大変だったのはまずセリフを覚えること自体がやったことなかったんで大変でしたね。でそのセリフというのが自分が実際のリアルライブでは絶対に言わないようなこととか書いてあったりしたので、その辺を覚えて順番通りに言うっていうのが一番大変でした。 And second question is, you look fabulous. So I was wondering, do you work out or how do you maintain your... I do. I work out as much as I can. It's what keeps me centered. Otherwise, I do have a lot of stuff going on, and it's still my one time to like just zone out and just focus on like breathing and stretching and lifting stuff. So, and I eat a lot. そうですね、ジムに通ってワークアウトはやっぱりすごくしてます。であとはすごいもう本当に基本的なことで、仕事が忙しかったりする時にも呼吸を気をつけたりとかストレッチをするようにしたりとか普段から心がけるようにしてますね。はい、ありがとうございます。ということで聞きたいことたくさんあるんですけれども、そろそろね次のスケジュールの時間がやってきたいと思いますので、超今日帰りまくりだ私。そろそろですね、残念ながらこちらのトークセッションの方は、終了させていただきたいと思います。ということで今日わざわざですねお越しいただきました、マシューキャンプさん、コーリー、クルークバーグさん、そしてそのガスタフソンさん、最後までインタビュー